はいどうもストックロックです。今日はですねクリアリティさんからエンダー 3V3KE こちらの 3D プリンターを提供していただきました。クリアリティさんありがとうございます。前に紹介したクリアリティの K1 あれはエンクロージャー付きで箱型になってたんですけど、今回提供していただいたのは、ここに絵描いてますけどこんな感じのエンクロージャーなしのタイプになりますんで、結構ね価格が安い製品になってます。でこちらのエンダー 3V3 シリーズですね、2023年9月頃に日本で発売になってますんで、まだ結構出たばっかり新しいモデルになりますね。で今回紹介するこの KE の他に SE っていうモデル、もうちょっと安いモデルもあるんで、結構初心者にはとっつきやすい価格になってます。 KE は4万5千円ぐらい、 SE はねだいたい3万円ぐらいでかなり安く販売されてますんで、ちょっとね楽しみなモデルですよね。一体どんな感じなのか、よいしょよっ。はい、まず中はこんな感じですね。説明書と俺の好きなキャラクター、はい、いい感じで右手を上げてますね。発泡スチロールにちゃんと収められてる感じですね。ちょっと取っちゃうか。その他いろいろ入ってますけど、これは後で組み立ての時に説明します。わあ来ましたね。上段を取るともう躯体が見えてきましたね。これどう外したらいいんだ。ガバッと取っちゃっていいのかな。はい、こんなのエクストルーダーの部分かな。ちょっととりあえずポンポン置いてきます。よいしょ。はい、これがとりあえず土台の部分になるんだと思いますんで、組み立てはよいしょ、こっからかな。結構あれだな、後ろ厳しいな。でまずね組み立てていかないと何も始まらないんで、説明書を見ながら組み立ててみたいと思います。で組み立てにかかった時間も測ってみたいと思います。今何時だ。12時16分。ではこれからスタートします。今説明書を見てるんですけど、説明書ちゃんと日本語で書いてますね。まずこの線をここに通すんですね。ここにちょうど穴あるんで裏から引っ張ってあげるといいかな。でこれをはめると、はいではまりましたんで M3 の 14mm このネジで裏から固定していくみたいですね。これ裏からってなかなかだな。倒していいのかな。よっ、よし。通したコネクターですね。で本体側にこの受けがあるのでここを接続していきます。カチッて言うまでちゃんと差し込んでください。でしまっとくと、これで立てていいのかな。で次はこの裏面の、はい、こっちですね。ここ M3 の 8mm なこの黒い方ですね。ちっちゃい方、こっちで留めていくみたいです。ここですね。ピントが合ってないけど、ここを留めていくと。よし OK。次はこの本体の右側ですね。こちらに操作ディスプレイをつけていくみたいです。でこのディスプレイの裏にはコネクターと Type-C の接続ポートがあるんですけど、これ何なんでしょうね。いいや、とりあえず説明書に従ってコネクターをつないで固定していきます。でここには M4 の 10mm こちらで固定していきます。よし OK です。次はこれですね。これフィラメントを引っ掛けるところだと思うんですけど、ひねって外します。で外したものをこの縦型のバーに差し込むみたいです。この差し込んだ状態でまた戻してそれで固定すると。でこの状態にしてこうつけるみたいですね。よし OK ですね。でここにあるコネクター、これとねこいつですね、ちょっと裏側になっちゃいますが、これを接続するみたいですね。フィラメントの検出スイッチみたいです。次はこの下から出てるケーブルですね。このケーブルを上の方に回していきます。ここに通す。おりゃ。次はそっち側に送るのか。はい、このコネクターの受けがこっちにありますんで、これを接続していきます。なるほど、これ開くんだ。パソコンのメモリみたいですね。で開いた状態でコネクターを挿す。ロックを戻して、で次にこれですね。このなんか黒い部品、これで固定していくみたいですね。忘れてたわ。このコネクタもここに取り付けるみたいです。よ、はい。危ねえ、1箇所思いっきりミスってました。これ普通に考えて上通しちゃダメだよね。もう一回外します。これ上じゃなくてこっちですね。さっきのままだったら結構やばかったと思います。よし、こうだな。よし OK。 で最後にこの本体の方にケーブルが1本ありますんで、これをここに接続するみたい。なんかすっげえ簡単だな。電源ケーブルを接続して終わりです。
はい、ということで組み立てはね以上で終わりみたいです。すごい簡単ですね。ビスの本数がおそらく14本かな。それを締め込んで終わりみたいな感じですね。あとは説明書通りにコネクタを接続すれば何も問題ないと思います。まあ問題ないかはこれから起動してみてなんですけど。では電源をオンにしてみます。つくかな。えい。あ、ついたついた。はい、まずこんな感じでね設定画面が出てきました。まあ言われた通り日本語を選択してみます。B。ちょっと光って見づらいかもしれないですけど、ここ一応ね次のページって書いてます。個人情報保護方針、はい、いろいろありますけど同意して次ですね。あ、やべえ、ネットワーク設定出てきちゃった。はい、ここにはパスワードを入れますんで、まあ今見えないようにしますけど、ちょっとここはモザイクかけます。 OK、 つながりました。次のページ、日本は UTC プラス9時間で、次のページ、クリエリティクラウドとの連携、これはねやってもやんなくてもいいと思いますけど、僕は連携させてるんでスマホでこの QR コードを読んでいきます。よいしょ。こんな感じで今まで使ってる K1 と今回の Ender 3 V3KE ですね、2台表示されるようになりました。次へ、自己診断プロセスへようこそ。印刷用台紙を置いてください。台紙ってこのプレートのことでいいのかな。検出を開始。はい、勝手にチェックが始まりましたね。いや本当にねこの辺りはねかなり楽だと思いますね。組み立ててほっとくだけ、あとはセルフチェックをやってくれて、問題があればチェックに引っかかりますんで、そこのコネクタを確認したりすればいいと。もう本当にね至れり尽くせりの簡単さですね。これだったら絶対誰でもできます。わ、すごいね。オートレベリングがちゃんとモニターでわかるんですね。25箇所の高さをですね自動的に今測って調整してくれてるっていう感じですね。終わった。セルフチェック完了。はい、ということで全部の初期設定が終わりました。今付属していたフィラメントを上げてみたんですけど、こんな感じでむき出しで入っておりました。これ普通にかけて使えるのかな、どうなんでしょうね。まあテストでついてるぐらいなんで使えるとは思うんですけど。で今ね設置してみた感想としては、このベッドがね前後に動くので、K1 はね全部この奥だったり手前だったり動いてくれるんですが、こいつの場合はこっちで横で、縦には動きますけれども、あとはベッドが前後するっていう感じなので、意外とね後ろ出っ張りますね。今台にしてる奥行きって45センチのものなんですけど、45センチじゃちょっと足りないなっていう感じです。50センチ以上、できれば60センチぐらいあった方が余裕を持って設置できるのかなと思います。今回はねテーブルをちょっと手前に出してここ隙間を作った状態で置いてますんで、全然問題はないんですけれども、綺麗に収めたいっていう人はね60センチぐらいの奥行きのテーブルに乗っけるとちょうどいいかなっていうふうに思います。ということでとりあえず 3D ベンチ船作ってみたいと思います。印刷さあどんな感じで動いてくれるのか。ちなみにこの機種なんですが、カメラとか別売りでつけることができます。もちろん今回カメラ購入したんですけど、残念ながらねちょっと間に合ってないんですよね。結構前に買ったんですがまだ届いてなくて、それはねこれからどんどんテストで使ってみるので、その最中にカメラを取り付けたり、あともう一個なんだっけな、振動検知のセンサーだったかな、それも後付けできるみたいなんで、その2つ後で取り付けて、そちらの方もね後ほど試してみたいと思います。なんかうん言ってんだけど、いつ始まるんだろうね。動き始めた。来ましたね。やっとスタートでございます。だいぶ静かですね。かなり静かだと思います。同じ机にモニターアームなんかがあるとモニターは結構揺れると思いますが、振動もそこまででもないですね。正直想像より全然少ないです。終わったら手前に出てくるんですね。ニョキンと。はい、ということで出来上がりました。こんな感じですね。仕上がりは若干糸引きあるけど綺麗ですね。割と下の文字も綺麗に出てますね。初プリントとしてはいいんじゃないですかね。かなり綺麗に印刷できてるんじゃないでしょうか。でいきなり改善ポイント見つかっちゃったんですけど、最初に撮ってた画角とだいぶ変わってると思うんですよね。これなぜかというとテーブルごとね前に進んできましたね。こいつ
10センチぐらいは左側が手前に出てきたんで、このぐらいの軽くて貧弱なテーブルだと下に滑り止めかなんか引かないとテーブルごと動いてきますね。今ねクリアリティ K1 の方で初プリントした 3D ベンチの船ですね、これを持ってきてみました。で今印刷したのがこっちです。画面右側になるのかな。で初プリントなので、2回目の方がね絶対綺麗になるんですよ。 K1 の時もそうだったんで、きっとこっちも2回目の方が綺麗になるんだろうなって思ってるんですけど、初プリント同士で比べると K1 の方がちょっと綺麗かなって思います。 K1 の方がスピードも速いし綺麗だったっていう結果ですね。とはいえこっちもね今17分ぐらいでプリントできたので、やっぱりねかなり速いですね。これ45,000円でこのスピード出せるってかなり破格だと思います。びっくりしたのが音が静か。エンクロージャーがないのでてっきり音うるさいのかなと思ったら、こっちの方が全然静かです。 K1 より静かで、振動も K1 より少ないです。静かに印刷したいっていう人はエンダー 3V3 この KE の方がいいと思います。とりあえず一番最初のファーストインプレッションとしてはそういった感想です。で中に入っているもの大きく分けて、本体とフレームと、あと一番上のフィラメントをつける場所、ちょっと今画面アウトしちゃってますけどね、大きく分けてその3つの部品で組み立てるっていう感じになります。組み立てにかかった時間は動画撮影してカメラの位置変えながら組み立てましたんで、30分ちょっとぐらいかかったかな。30分あれば印刷までには全然いけると思います。手際いい人だったらね15分ぐらいでいけると思う。それぐらい組み立ては簡単です。で中に入ってるものなんですけど、まず、本体のパーツですね、プラスこの USB 中にテスト用のデータ入ってますんで、これをディスプレイの横に挿せば印刷できる。今の船も入ってますね。あと説明書で、説明書は先ほどちらっと見せた通り日本語で書かれてるんで、誰でもわかるかなと思います。若干日本語怪しいところあるんですけど、図がしっかり入ってますんで、図の通りに組み立てれば問題ないかなと思います。で説明書の他にですね、これ K1 の時にも入ってたんですけど、この可愛いキャラクターのステッカーですね、こちら付属されてます。あと工具ですね、工具類がいろいろ付属されてます。まずこのノズル詰まりを解消するボッコ、あとニッパーですね、これ前も K1 の時にも入ってましたね。同じニッパーです。結構切れ味いいんで、一番最初フィラメントをここに挿入する時ですね、45度の角度で切る必要があるんですよね。先っぽちょっととんがらせるみたいな感じです。そのとんがらせるのにこれで切ります。はい。あと組み立てに必要な六角レンチ、六角レンチは4本全部で入ってました。あとスパナとマイナスドライバーですね。今回この袋に入っているのは全く使ってません。この2本だけで組み立ては完了しました。なのでこれはこのエクストルーダー、この押し出し器の部分をバラすとかそういった時に使う六角レンチになるのかなと思います。メンテナンス用ですね。それと、ノズルもともと1個ねすでについてるんですけど、それとは別にノズルが1個付属されております。で主な機能ですね、モデルはエンダー 3V3KE、造形寸法作れるサイズですね。サイズは 220×220×240 なので割と標準的なサイズが作れるっていう感じになります。ノズルは 0.4mm がついてまして、多分これ交換用ノズルも 0.4mm なんじゃないかなと思います。で印刷スピードですね、ここがすごいんですけれども 500ms/s ですね。で一般的な印刷速度って今300ぐらいがやっぱ標準になってきてるのかな。その中でこいつ500なんで、高速プリントに対応しているっていうことが言えるかなと思います。ちなみに前に紹介したK1は600ですね。ただこいつの方が全然値段が安いので、それで 500ms/s 出せてるっていうのはすごいと思います。で最大加速度、ここがかなり違うポイントなんですけれども 8000ms/s ってことで K1 はね2万なんですよ。めちゃくちゃ速いんです。めちゃくちゃ速いんだけどめちゃくちゃうるさいんです。めちゃくちゃ揺れるしね、一般家庭で使うにはこっちの方が実用的なんじゃないかなって正直思ってしまいました。でノズル温度が300度まで上がります。でベッド温度が100度まで上がりますね。で印刷方法なんですけど、今1回目はねこの USB を試してみましたけど、自分の場合はね LAN で印刷することが多くなるかなと思います。で K1 もそうだったんですけれども Wi-Fi に接続することができて、パソコンで作ったデータをそのままね Wi-Fi で飛ばして、でこっちで受信してそのまま印刷に移れると、このパターンがねやっぱり一番便利なんで、もう USB なんてね使わないんですよ。で今回これね LAN で印刷できるってことで、これはかなりねいいポイントかなと思います。でフィラメントなんですけれども、いつも使ってるのはね PLA ってフィラメントなんですけど、その他にこいつね ABS とかも使えるので、一通りは網羅してるのかなっていうところですね。この辺りはちょっとね K1 の方が扱える種類は多くなってきますんで、これはちょっと値段の差があるのかなと思います。で実は
この機種がね来るって分かってから K1 の方でいろんなパーツをね印刷して待ってました。まずそのうちの1個、これでん、これ何かというと、工具入れですね。先人の方たちが、こういうデータをもう作ってくれてまして、要はここの柱につくような工具入れになってます。あ、ぴったり、素晴らしい、完璧ですね。いや、これ作ってくれた人はありがたいわ。全部入る。あ、綺麗に収まりましたね。はい、ということで数日が経過しました。やっとね届いたんですよ、こいつが。専用のカメラですね。アリエクで購入しましたが3000円ぐらいで販売されております。でもう一つ、こちらはね振動センサーですね。これもねアリエクで1000円ぐらいで購入したんですけど、先に言っときます、これ間違えました。中開けてみると違うケーブル入ってるんですよね。よく確認しなかったのが悪いんですけど、こんなケーブルが入ってまして、これソニックパッド用のケーブルなんですよね。間違って送られてきたのかなと思ったんですけど、購入したものがそもそも間違っていて、自分がこれを発注してちゃんと届いたみたいな感じです。なのでこれはねもう一回買い直そうかなと思います。そんなに金額するものじゃないんで、1000円ちょっと1500円ぐらいで売ってますんで、なんかつけれるものはつけておいた方がいいかなと思ってますんで、これは今度ねつけてみたいと思います。でプラスこれですね、前回、印刷した時にこのテーブルごとズリズリズリと動いてしまったので、今回はこのピタッとずれない超強力ソファーの滑り止め、これをね足につけてそれから印刷したいなと思います。でこの辺りのね作業をとりあえずパパってやっていこうかなと思うんですけど、ちょっと見てほしいのが、ここにとりあえず事前に印刷しておいた小物入れを設置してみたんですけど、これがねちょっと厄介、問題になっちゃいました。カメラを設置する場所も実はここにつけるものを印刷してたんですよね。でこの上にギリギリいけるかなと思ったんですけど、正直1回つけた感じはいけそうでした。いけるんだけど、この辺のねものを取り外さないとつけれないんですよ。要はこの上に乗っかっちゃうような感じになっちゃうんですよね。せっかくねこういう形でカメラがちょうど埋まるような感じで作ってくれてるんですけど、今回はこれそのままこう逆にした状態で、この状態で左側につけようかなと思ってます。左右入れ替えてね印刷すればいいんだけど、ちょっとそれももったいないっていうかめんどくさいので、ということでちょっと左側に移動します。ぐるんと。これ今ケーブルホルダーもつけた状態です。これは後付けで印刷してつけてます。でこれの上、ここは結構空いてるので、こっちの方に、このカメラをね設置しようかなと思ってます。このちょうどネジが入ってるところにこの上に乗せようかなと思ってるので、これを先に引っ掛けてパチンと、はい、これだけです。でこんな感じでここにカメラを取り付けます。でカメラ中身はこんな感じです。なんかちょっと汚ねえな、フィルム貼ってあるんで、剥がせば綺麗でしょう。これがカメラ本体と、あと三脚が入ってます。こういった感じで台に取り付けないよっていう場合は普通に三脚に取り付けてもらって、これを机の上に置いてもらっても全然 OK ですっていう感じになってます。でも今回はこれを使いません。裏面に留めるネジはこれが余ってたんで、とりあえずこれで留めていきたいと思います。多分大丈夫だと思うんだよな。カメラのネジって共通だからね。あ、大丈夫大丈夫、止まる止まる。とりあえずなんか真横を写すような感じにしてみました。はい、ということで逆側まで線を持ってきました。これを USB に挿せばいいのかな。多分こうかな、ザクッと。はい、次はねクリアリティさんのソフトですね。クリアリティプリントの方で見ていきたいと思います。で何を見たいかというと、カメラが機能しているのかっていうのを見たいので、とりあえずなんか適当に、はい、これ実は自分で作ったペン立てですね。これをちょっと元にスライスと、でランプリンティングで初めてプリントするので、とりあえず今スキャンをしました。多分これなのかな、 F005。 ちょっとディテールを見てみます。あ、映ってますねこれかなりぼやけてますけど、結構広角なんだな。これを見てある程度調整できればいいのかなと思ってるんで、ちょっとこの画面を見ながら調整していきたいなと思います。ピントを調整後印刷している様子です。ピントの調整はカメラのレンズの周りを回すことで調整することができます。カメラを取り付けることで勝手にタイムラプスとして保存されるので、後からこのように見返すことが可能になります。また実際に印刷しているところをスマホアプリで常に監視するっていう使い方もできます。この辺りの機能は K1 のカメラとあまり変わらないですね。ちなみに今映ってるところは明るい場所で撮影してますけれども、暗い場所でも暗視スコープのような感じで白黒で撮影することが可能です。はい、やっとね振動センサーが届きました。
前に間違って買ったのがこれ、もう全く箱が一緒なんですけど、正解はこっちですね。何が違うかというと、中に入ってるケーブルが違います。中を開けると取り付けのためのビス、それとケーブル、このケーブルがね、間違って買ったやつと大きな違いになります。前のはもっと丸くて大きいケーブルだったんですけど、こちらの機種に適合するのはこの USB Type-C のケーブルが入っているものになります。で、あとは振動センサーと、中に入っているセンサー自体はかなり小さいもので、この間間違って買ったものとこれは一緒です。もうこのコネクターも一緒。今回ね、せっかくこれを買ったので、取り付けとあと使い方も若干説明していければなと思います。ではね、早速取り付けていきます。で、取り付けにはこちらのブラケットを使います。この2つはクリアリティさんの、公式のフォーラムかな、なんかサイトがありまして、そちらの方でダウンロードすることができますので、事前にダウンロードして印刷してください。ただ今回ね、工具入れですね、こんないろんなちょっと違うものをつけちゃってるので、実際ねこれは使えません。これね当たっちゃうんですよ。なので1個のブラケットはこっちを使います。で、こっちのブラケットはこういった小物入れを取り付けている人のためのブラケットになります。これはね、どなたかが作ってくれたものになります。私はデータをいただいてきただけです。はい、ということでこれを付属のネジを使って取り付けていくっていう感じになります。で、取り付けの位置なんですけど、この小さい方はねここにつきますね。ここで、もう一個のこの細長い方はちょっと画面見えないかもしれないですけど、このベッドのね下につけます。ちょうどこの右下の部分ですね、こちらにつけていきます。今裏から見てもらってるんですけど、取り付けの位置はねここですね。ここに斜めのネジ穴が見えると思うんですけど、その斜めのネジ穴にこのブラケットの穴、ここをネジで締めていくわけですね。で、使うネジはこの振動センサーに入っていたシルバーのネジ、これで固定していきます。よいしょ。ちなみにこの振動センサーなんですが、アリエクでは1000円ちょっとで購入できますね。ただ日本の Amazon とかで買おうとすると確か3000円オーバーで買うことになるので、できればアリエクで買った方がいいのかなっていう気はします。届くまでに結構時間がかかるので、待ちきれない方は Amazon で買うといいかもしれません。はい、これだけですね。はい、次はね、これまた見づらいんですけど、このベッドの下のこの右の手前の角ですね、ここに2つネジ穴があるんですけど、ここにこのブラケットを取り付けていきます。つけづらいなこれは。もうちょっと出した方が、この方がみんなも見えやすいかな。ここに使うネジもシルバーのネジですね。よし OK。 これでとりあえずブラケットの準備は整いましたよと。で、最後にこのセンサーですね。センサー本体をまず上の方に、エクストルーダーの隣、ここに取り付けていきます。ここは余ったこの黒いネジですね、これで取り付けていくような感じです。よし、ついたかな。で、この配線をこのセンサーの方に取り付けて、これ挿すだけですね。で、逆側のこの USB Type-C をディスプレイの裏側に挿します。ディスプレイの裏側に Type-C の差し込み口があって、これ何に使うんだろうねって言ってたんですけど、要はこのために使います。よし OK、 刺さりました。これで準備が完了となります。で、このセンサーの使い方なんですけど、もちろんこれはね、線こうやってダラダラダラってなるもんなんでずっとつけておくわけではなくてですね、最初にこのエクストルーダーの横でキャリブレーションを行います。で、振動具合を検知します。で、その後これを一旦取り外して、次このベッド側ですね、こっちに付け替えます。で、またキャリブレーションをすると。そうするとベッド側の振動とエクストルーダーの方の振動をですね、こいつの方がインプットすることができて、で、勝手に補正してくれる、そのためのこの振動センサーになります。なのでこれずっとつけっぱなしってわけじゃないんですよね。移動した時とか場所を変えた時とか、こいつで一回キャリブレーションを行うことによって精度を高める、そのためのセンサーになります。では実際にディスプレイの方で操作してみたいと思います。で、操作はこの設定画面にですね、この上から2段目ですね、振動パターンの最適化っていうところがありますんで、これを押します。そうすると実はこれ説明も出てるんですね。センサー状態正常、エクストルーダーセンサーを取り付け、はい、今も取り付いてる状態ですと。そしたら取り付け済みのところにチェックが入ってるんで、これを押します。で、検出を開始、これをまた押します。ピッと。で、 X 軸振動検出中ということで本体が動き始めます。はい、今わざとブル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 振動させてますね。それで X 軸の振動を今検出している最中になります。
はい、では終わりましたので、3番ヒートベッドセンサーを取り付けなので、このセンサーを取り外してこっちにつければいいってことなんですけど、僕の場合はねもう1個センサーがあるんでね、これを取り付けて線を差し替えるだけ、この作戦でいきたいと思います。まあ良かったのか悪かったのかちょっとよく分かんないですけど、せっかく買ったので、買ったものはね生かしたいですよね。あ、やべ、ちょっとねじ込みすぎちゃったかな。ネジが効かない。ちょっとねビスを変えました。こっちの家にあったもうちょっと長いタイプのビスで固定しました。こっちの方ががっちり固定できたんでこっちにしました。ちょっとね下から飛び出ちゃうけどまあ問題はないでしょう。次はこちらにコネクターを差し替えますと、ザクッとセンサーを取り付けましたんで、このまま取り付け済みになったところでボタンを押します。ピッ、検出を開始。はい、かなり振動してますね今。はい、ということで検出完了ということで終わりました。でまた押すとこれ再検出ってボタンになってるので、このまま戻ればいいと思います。戻ろう。これで振動センサーの取り付け方、使い方の説明は終わりになります。はい、ということで1ヶ月ぐらいですかね、1ヶ月半ぐらいかな、約2キロぐらいのフィラメントを使っていろいろ作ってみたんですけど、先に言っときますけどめちゃくちゃ良かったです。で今ね画面の左側にいろいろ作ったものの一部ですね、ここに並べてるんですけど、これ結構僕使わせてもらっているペン立てなんですけど、これはね自分で設計したやつじゃないですよ。もうデータもらってきてそれを印刷したものです。ペン立てなんですけど、僕はねペン立てじゃなくて、はい、こういう風に使ってます。デザインナイフ、バリとかね発生した時に取るのに僕使ってるんですけど、これをいつもね K1 の横にこんな感じで置いてます。結構便利なんですよ。スパンと入るんで。これをねいつも使ってるやつを試しに2個作ってみました。でなんで2個作ったかというとですね、はい、裏見てほしいんですけど、片方失敗してませんか？こっちですね。こっちちょっと失敗してますよね。これね印刷設定の違いで、この成功してる方はクリアリティプリントの方に標準の設定っていうのがねもうあるんですけど、これが標準設定で印刷したものです。で試しに K1 の設定で印刷したらどうなるのかなと思ってこれやってみたんですけど、そしたらねなんかこんな風になっちゃいましたね。この使ったフィラメントも実はこれクリアリティさんのものじゃなくてめっちゃ安いのを使ってみました。そしたらね案外綺麗にできました。案外ねちょっとあるけど、でやっぱりねクリアリティさんのハイパー PLA シリーズ、あれにはかないませんね、仕上がりは。ただ実用的な状態まではこの安いフィラメントでも持ってけるので、とりあえず常時使うには安いのを使って気合いの入った作品を作るような時はね、やっぱりクリアリティさんのハイパー PLA シリーズ、高速印刷にも対応したフィラメント、あれを使うとねやっぱり綺麗に仕上がるかなと思います。これはねペン立て、非常に単純な、多分皆さん一番最初に作るような感じのデザインのものなんですけど、これもね安いフィラメントで印刷したんですけど、綺麗ですよね。全然実用性はあるかなと思います。これはね M.2 のケースなんですけれども、こちらも、誰かが作ったものがサイトにアップされてましたんで、ちょっとサイズだけ変更させてもらって印刷してみました。これをね2つ作ってみたんですけど、かなり実用的なものができましたね。あとね大きいもの作ったらどうなるんだろうと思って、これ結構限界ギリギリのサイズなんですけど作ってみました。で実はねこれ失敗しました。ちょっと見ていただきたいんですけど、ちょっと歪んでるの分かりますかね。ここに線入って、こっちの方が分かるかな。これすごい線入って歪んでるんですよ。両サイドが浮き上がってきちゃって、きっとこの詰まった状態で印刷されちゃったっていういい例ですね。すると全体的にこう歪んでしまって、いい状態のものができないと。で次はね同じものをベッド温度ってここの土台の温度ですね。要は浮き上がっちゃったってことは冷えてめくれてきちゃったのかなと思って、ベッド温度を上げて10度ぐらい上げてね再印刷してみたところ、こっちはうまくいきました。でね1個これはいいなと思ったのが、ベッドの上のこのシートの素材ですね。これ見てもらうと分かる通りザラザラした材質になってるかなと思います。これ別にね自分で何かしたわけじゃなくて、元々のこのシートの素材がザラザラしたものになってます。これ標準でついてるものですね。これ結構なんかいいなと思ってて、僕結構このザラザラ感が好きなんですけど、
これを利用してね、これを表に出すような造形をしてもいいのかなって思いました。もちろんねツルツルの方がいい場合もあるんで、その時はシート変えた方がいいですけどねっていう感じで、大きいものもできるし、ちっちゃいものも全然印刷はできますよと。結果は最初に言った通り総評としてはめちゃくちゃおすすめです。で価格も K1 より安いので、かなりとっつきやすい価格になってるかなと思います。冒頭ではね一応4万5,000円って紹介してたんですけど、こいつねタイムセールの時3万8,000円ぐらいまで落ちるんですよ。なので3万8,000円って考えたらマジで破格だなって思いますね。でもう一つの SE の方が安くなると確か2万5,000円とかかなり安くなるので、 SE の方もすごい魅力的だなって思いました。使用感などはね使ってないんで何とも言えないですけど、で以前紹介したクリアリティの K1 っていうモデルが今ね日本で売ってないんですよ。僕前大暴落 K1 みたいなね動画を上げたんですけど、あの時がねまさにピークで安かった時で、あの時6万5,000円ぐらいだったはずなんですけど、あれを境にですね K1 の販売が行われなくなりました。でなんでかなと思ってたら K1C っていう新しいものが今売ってるんですね。改良版みたいな感じです。改良版になって、金額も9万円ぐらいに元の値段に戻ったみたいな状態なので、個人的にはね6万5,000円の時の K1 を買った人ってかなり勝ちなんじゃないかなって思います。僕買ったの7万いくらでしたからね。ただね今その改良型になった K1C っていうモデルなんか合成みたいなのが上がったみたいなこと書いてたんで、そっちの方がねきっと安心できる製品なんでしょう。ただいきなりね9万円ってなると、特に初心者の方だったらずっと使っていくかもわからないものなのにいきなり9万円ってなるとかなり大きな出費に感じるんですけど、そういう方にはね V3KE だとかSE だとかこういった安いモデルって非常にいいのかなと思います。印刷スピードに関してはやっぱり K1 の方がめちゃくちゃ速いです。こっちの方がねやっぱり遅い。この移動のスピードが全然違うんで、結果印刷スピードが全然違います。それはね今回身をもって体感しました。こっちの方が遅いです。遅いんですけど、一番騒音の原因になるのってその移動する時の音なんですよ。こいつだとこのベッドが動く時の音、前後に動く時のギュインギュインギュインっていう音ですね。これがねやっぱり一番耳障りな音になるんで、K1 はその動くスピードがめちゃくちゃ速いんですよね。で速いってことはそれだけうるさいんですよ。でいくらねエンクロージャーこういう側に包まれてるからといって全然騒音っていうのは聞こえます。でこっちはもうあらわになってるんでもろ聞こえるんですけど、ただこっちの方が移動スピードが遅いんでこっちの方が静かには感じます。 K1 のがうるさいです。で振動に関しても K1 のがひどいです。こっちの方が振動少ないです。でこのね机テーブルが動いちゃうみたいなことありましたけど、このテーブルも滑り止めを下に引いたことによって全く動かなくなりましたんで、本体はねもちろん動きません。それは問題ないです。なのでそのあたりももしね寝室で使う人とかがいるのであれば、ちょっとでも寝やすい、寝づらいけどねどっちみち寝づらいんだけどちょっとでもうるさくない方がいいなっていうのであればこっちの方がいいかなっていう気はします。K1 の方もスピードを落としてあげればそれなりに騒音抑えられるんですけれども、ただねスピード落としてもね動く時結構ギュイーンって動くんですよあいつ。その点に関しては静かな方なのかなっていうふうには感じました。ということで、この総評の最初にも言いましたけど、結果おすすめかっていうとすごくおすすめです。これは初心者の方は本当にいいと思う。今の K1C ですかで9万出すよりこっちの方がとっつきやすいし、価格半額ですからね、半額以下か安い時になるとそのぐらいの値段なんで、こっちでねまず試してみるっていうのはすごく手だと思います。で自分でね設計するっていうのはもちろん楽しいんですけど、それは二の次でとりあえずみんなが作ったものを印刷するだけでもかなり楽しめると思いますんで、 3D プリンターなんかちょっと魅力を感じるなって思っている方はですね、こういった製品から入ってみると非常にいいかもしれません。カメラとか別売り品を買ってもこれカメラ3000円、振動センサー1000いくらなので 4,5,000 円ですか。あと実はねこの上につくライトですね、ライトも買ったんですよ。買ったんですけどまだ届かなくてこの撮影回しちゃってるんですけど、暗いところでこのカメラを映すとちょっと白黒みたいな感じになるんですよね。ちゃんと映ってくれるんですよ。暗いところでも安心に対応してるというか映ってくれるんですけど、やっぱり僕ちょっとカラーで映したいなっていうのがあって、でここにねつける専用のライトが売ってましたんで、それをねアリエクで購入しましたがまだ届いてません。そういった付属品を考えても、6500円ぐらいかな全部で。それぐらいで結構な設備が整うので、初期投資これが45,000円で6000いくら、5万ちょいか、安くなってたらねそれこそ45,000円で全部揃うみたいな感じになると思うんです
ですけど、だから今の K1C って9万ぐらいするんで、それを考えると、エンクロージャーなしで3万円4万円ぐらい安く済むっていうことであれば、かなりいい選択肢になるんじゃないかなと思います。ということで今日はクリアリティさんのエンダー 3V3KE こちらの機種を紹介しました。で今回紹介したこの機種、あと付属品ですね、いつも通り概要欄の方にリンクを貼っておきます。気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。